13時間のフライトを終えてヘルシンキに到着しました。長かった。で、今ヘルシンキは7月1日の午後5時39分です。これから1ヶ月間のフィンランド一人旅が始まります。ということで、今1ヶ月間泊まるエアビーにチェックインしたところです。お部屋のルームツアーしていきたいと思います。今回1ヶ月もねフィンランド滞在するということでエアビーを借りてみました。キッチンとかね、あとは洗濯機とかついてるそういうお部屋で1ヶ月過ごします。ここねもう駅からも近いし好立地のお部屋です。ダイニングスペース真ん中にテーブルがあって椅子が4脚あり、その奥にはキッチンがあります。ちゃんと4口コンロがついてたりとか、あとオーブンがあったり、電子レンジもあるし、食洗機もありますね。その他食器とかね、キッチン用品も十分に揃ってて、1ヶ月滞在して自炊するにはもう十分すぎるぐらいの設備が整っているかなと思います。そしてキッチンの奥にはベッドがあります。ベッドスペースはちょっとこういう感じで奥まったところにあるので、なんか快適に寝れそう。あとこっちのソファーはね、ソファーベッドとして使えるみたいです。で、窓も大きくて光もねしっかり入ってくるとっても素敵なお部屋です。クローゼットもねすごく広いし、ちゃんとアイロンもあるのいいですね。こっちもクローゼットスペース、そして洗面スペース、大きなシンクが1つあってトイレとシャワーですね。で、こちらの棚の中には洗濯機、そして乾燥機がついてます。これがとっても嬉しい。ちゃんと洗濯できて乾燥機もかけれる。1ヶ月の滞在ではねマストかなと思って洗濯機付きのねエアビーを予約しました。いやめっちゃいい。本当に写真通りの綺麗な、そして思ったよりも広いお部屋に泊まることができます。ここで1ヶ月安心して暮らせそうです。じゃあ今からちょっとスーパーにでも行ってこようかなと思います。はい、今日の夜ご飯買ったりとか、ここでの生活を整えるためのものを買いに行ってきたいと思います。行きましょう。スーパー行ってきました。Kマーケットっていう、フィンランドのね有名なスーパーマーケットへ買い物してきたんだけど、今日なんか駅前のところの店舗に行ったんだけど、そこすごく広くて、今までなんとかフィンランド旅行した時に Kマーケットねいろんな店舗を訪れたことあるんだけど、今までで一番大きくていろんなもので楽しかったです。そこで買ってきたものをご紹介します。まずはこのエコバッグ買いました。ムーミンの。ちょっとエコバッグね必要かなと思って、こういう買い出しの時にちゃんとこのちっちゃく畳んでね、このケースにしまえるタイプのエコバッグですね。ここに入れて持って帰ってきたものは、まずこちらブルーベリージュース。これここにねフィンエアのマークがあるんですけど、フィンエアの機内で提供されてる、ブルーベリージュースですね。はい、もうこれ大好きで、このフィンエアのブルーベリージュースを買ってね部屋で飲みたいってずっと思ってたんですよ。でも今までのフィンランド旅行って、大体長くて1週間ぐらいだったから、あんまりね買って部屋で飲む機会なくって、今回1ヶ月も滞在するから思う存分ブルーベリージュース飲んで帰ろうと思います。あともう一つまたジュース。ムーミンのこのお家の形したパッケージが可愛くて思わず手に取っちゃったんだけど、これは洋梨のジュースみたいですね。側面もね全部抜かりなく可愛い。こちらまずジュース2本と、今日夜ご飯に食べようと思って買ったデリです。ヨーグルトも買いました。こっちがラズベリーフレーバーですね。でこっちがラズベリーとかブルーベリーのヨーグルト。あとはこちら、これねファッツェルの多分なんだけどミニシナモンロールだと思うんだよね。袋の間から見えるこの形がシナモンロールっぽくないですか？ミニシナモンロールパンみたいなだと思って買ってみたんですけど、どうなんだろう。でもね
この信頼のファッチェルマーク、ファッチェルのねマークがついてるものはね何でも美味しいと思ってるから、ちょっとこのおやつ感覚で食べれるミニシナモンロール、これも食べてみたいと思います。ムーミンティーも買いました。このお部屋で飲むためのムーミンティーですね。これがベリーピッキングって書いてあるからベリーフレーバーなんだと思うんだよね。ブラックティー、レッドベリーとバニラフレーバーって書いてあります。あとはこちらマリメッコのミニナプキン買いました。今日私が行った K マーケットにずらっとこういうペーパーナプキン並べられてて、でそこでマリメッコのものがたくさん売ってたんですけど、これお皿の上に引いてこういうパンとか食べたら洗い物が簡単に済むかなと思って、プラス可愛いし、なのでこの1ヶ月間使いたいなと思います。であとはこちらアイスも買いました。夏のフィンランドといったらアイスでしょうということで、こちらも信頼のファッツェルキャラメル&ヌガークランチということで、フィンランドはアイスクリーム消費量世界2位とかも、それぐらいねみんなアイスクリーム食べるらしいんですよ、特に夏は。なので私もそのアイスクリームスタンドでも食べるし、こういう感じでスーパーとかで買えるアイスいっぱい食べてみて、これが美味しかったよっていうのを皆さんにレポしていきたいと思います。そんな感じで改めて私の夏のフィンランド1ヶ月一人旅が始まりました。ホテルにもちゃんと着いて、でスーパーにも行けて、やっと今ほっと一息つけた感じで、これから1ヶ月どうなるんだろうって、自分でも全然予測つかないからちょっと不安もありつつ、でもすっごく楽しみです。人生初の一人旅、しかも海外しかも1ヶ月。今までの旅は皆さんに情報としてその国の良さっていうのをシェアしたいなと思って、一日にねギュッといろんな予定を詰め込んでいろんなところに行ってっていうのをねやってきたなと思うんですけど、今回の1ヶ月の一人旅っていうのはある意味気ままに過ごしてみたいというか、暮らすように旅するっていう言葉が近いのか分かんないんですけど、そういう感じで情報として皆さんにお届けするというよりかは、私がこの1ヶ月間このフィンランドで一人で過ごしてみて、どういうところに魅力を感じたのかとか、どういうことを考えたのかとか、そういうところにフォーカスして動画をね作っていきたいなと思っています。なので私この Vlog がどんな風な仕上がりになるのか全然予測ついてないんだけど、やっぱり旅に出たいなって思ってなかなか一緒に行ってくれる相手を探すのって難しいじゃないですか。友達と予定合わせたりとかするのも大変だし、家族と予定合わせるのも大変だし、自分が行きたいところやりたいことに忠実に行動したい瞬間ってありますよね、人生で。私今まさにそうで、だからそういう感じでちょっと旅出てみたいなって思ってるけど、なかなか一人で行くのに勇気が出ないっていう方がねいらっしゃったら、この動画を見て私も一人で旅行ってみようかなみたいな、そういう風に思えるような、そんな楽しい1ヶ月にしていきたいなと思っています。ソロトリップだから孤独なんだけど、でもその中で一人でしか感じられない楽しみっていうのをたくさん見つけていきたいと思います。ではもう1日目、もうちょっと今日はフライトで疲れたので夜ご飯食べたら寝たいと思います。おやすみなさい。デイ2のコーディネート、今日はね最高20度ぐらいまででちょっと涼しめでも天気がいいのでもうちょっとね体感温度的には高くなるかなと思うんですけど、今日はこのシンプルなトップスにマリメッコのデニムを履いていきたいと思います。でバッグはヒンクヌックのスウェードバッグです。で今は、昼の12時、この後カフェに行っ
、あとは夜ご飯の材料を買って帰ってきたいなと思います。では行ってきます。マリメックがセールやってるので来てみました。このニットかわいい。どれぐらい安く 50% オフだ。なんか急にジャンクフード食べたくなっちゃってフェスバーガー行ってきました。なんかフィンランドではマックよりもメジャーなねハンバーガーチェーンみたいなんですけど、フェスバーガーでチーズバーガーとあとナゲットバーベキューソース買ってきました。ブルーベリージュースと一緒に食べたいと思います。いただきます。うまっ。なんかこの間に入ってるタルタルソースみたいなやつがめっちゃ美味しいんですよね。ここがなんかちょっとマックと違う味付けだなって思います。今は4時前ですね。今日この後ねハカニエミマーケットに行ってサーモンをねちょっと買ってきて夜お家で焼いて食べたりしたいんですけど、そこに行くまでちょっと距離があるのでトラムに乗りたいと思って HSL っていうフィンランドの公共交通機関に乗るための、チケットみたいなものをアプリでね買うことができるんですが、ゾーンによって値段が変わってくるんですよ。でだいたい AB くらいまで買っとけばもうこの辺回れて、 C まで行くと、バンタ空港の方とか、あとエスポーっていう方まで行けるみたいなんですよ。で D まで買うともっとその先キルコヌンミとかその辺まで行くことができるみたいなんですけど、このね1ヶ月間はノープランで旅してるので、その日の気分でどこに行こうかなって決めてるから、ゾーンをね ABC か ABCD かどっちかをか迷ってますね。どっちがいいんだろう。これなんか長期滞在の場合はデイチケットっていうのがあって13日まで有効のねチケット買えるんですよ。だからとりあえず13日間ね買っちゃいたいなと思うんですが、一旦 ABC でいいかな。毎日1枚ずつ買うよりも多分13日間のやつを買った方がお得だから、13日分84ユーロですね。これを買っちゃおうかなと思います。買えた。7月15日4時2分まで使える ABC ゾーンのチケットです。なのでちょっとサクッと食べてハカニエミマーケット行きたいと思います。ではまた。
And here, rose pepper. And here, cognac. Not much to write love songs. Hell, I never even tried. With 1,000 things gone wrong, here's one thing that is right. I run back to you, and you come back to me. Wildfires burning, and they're packing up for war. Seems like nobody's learning from the ones who came before. But I run back to you, and you come back to me again. Up before the sunrise on another working day, trying hard to hold tight to the one thing that remains. So I run back to you, and you come back to me again. I would lay my head down at the evening's end and dream about a love song I'm writing to a friend. I run back to you, and you come back to me. I will run back to you. You can come back to me again.おはようございます。Day3 です。今日もねちょっとゆっくり起きて、今からちょっとブランチ的な感じでカフェに行って、その後ヘルシンキ中央図書館オーディに行きたいと思います。ちょっとねずっと行ってみたかったんですよね、このヘルシンキ中央図書館、はい、そこをね見に行きつつ、長期滞在だからその図書館で今ねしたためてるこちらの旅日記っていうんですかね、ちょっと旅中に考えたこととか気づいたこととかを全部メモ取ってるんだけど、これを文章に起こしてジンを作りたいと思ってて、この1ヶ月間の旅のジンですね、その執筆をしたいと思います。贅沢な時間の使い方、やっぱ1ヶ月間もあるとこういう風にゆっくり図書館で書き物するとかできるのがなんかすごい嬉しいなと思います。あとせっかく図書館にいるからフィンランドのレシピ本を探してみて、その中からサーモンスープとか、あとはブルーベリーパイとかフィンランド流のレシピをメモさせてもらって、このお家で作ってみたいななんて思ってます。で今準備してるとこなんですけど、今日は、昨日と同じぐらいの気温で最低13度最高21度です。涼しめなので今日は、マリメッコのロンティー着てます。そこに黒デニム、バッグは
図書館行くのでトートバッグがいいかなと思って、私のブランドキンクヌンクのこちら茶色の方のトートバッグ持っていきたいと思います。これも今この動画出てる頃には発売開始されてるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ概要欄チェックしてみてください。よし、準備できました。なんかどっかカフェに行ってシナモンロールを食べに行きたいと思います。では行ってきます。今王子図書館向かってます。歩くだけで気持ちいい夏のフィンランドはで、やっぱなんか治安の良さを感じますね。2週間前にパリ旅行で行ってきたんですけど、全然違う、なんか安心感っていうのが。しかも夏はね、暗くなるのが23時頃なので、割とね夕方過ぎまで外歩いてても全然ね危なさは感じないかなっていう感じです。とはいえね、ちょっと気をつけながらここ1ヶ月間過ごしていきたいと思います。今5時前です。なんかちょっと寒くなってきたし、外雨降ってきたので早めに帰ってきて、ちょっともう夕食作っちゃおうかなと思います。で、今日の夕食は昨日食べたサーモンが本当に美味しかったから、もう一回サーモンのホイル焼きをね作ろうかなと思うんですけど、昨日はねただなんかアルミホイルにオリーブオイル敷いて、そこにサーモン乗っけてオーブンでね焼いただけなんですけど、今日はちょっとアレンジしようと思って帰りに K マーケット行ってホイル焼きに使えそうな食材を買ってきました。まずこちらちっちゃいアスパラ売ってて、これアスパラでいいんだよね。これホイル焼きに入れたら火もすぐ通りそうだし美味しそうだなと思って買ってきました。あとちょっとキノコ入れたいなと思って買ってきたんだけど、こちらこれね椎茸って書いてあるんですよね。椎茸売ってました。ちょっとサイズがまちまちで、なんか日本の椎茸とはちょっと見た目がね違うんだけど、椎茸も買ってきて入れてみたいと思います。あと今日はちょっと日本風
のホイル焼きにしたくって、バター乗っけて醤油とレモンかけて食べたいなと思って、このね 10g のねちっちゃいバター、これ売ってて、よくなんか朝食会場とかにあるやつですね。これめっちゃいいじゃんと思って、自炊の時に使い切りバターですね。では昨日の赤ニエミマーケットで買ったサーモンを使って夜ご飯作っていきたいと思います。おはようございます。今は朝の5時20分です。ちょっと今日は早起きして、これからフィスカルスというアーティストビレッジというところに行って飲みの市に行ってきたいと思います。毎年7月に年に1回だけ数日間このフィスカルスのアーティストビレッジでアンティークマーケットが開かれるそうなんですけど、そのマーケットが国内最大ということで、せっかく7月にね滞在しているということで、今日は朝から飲みの市巡りに行ってきたいと思います。はい。昨日ねチケットの予約取ったんですが、なんかちょうどいい時間帯のものがなくって、6時15分ヘルシンキ中央駅発のものしかなかったので、アンティークマーケットは10時からなんだけど、ちょっとね2時間ぐらい早く着いちゃうもので、向かいたいと思います。で、フィスカルスまでは電車、そしてそこからバスを乗り継いでいくんですけど、なんか今電車が走る区間が工事してるらしいっていう情報をねちょっとネットで得たんですよ。なのでヘルシンキから本当は電車でカーリスという場所まで行くんですけど、そこまでがねちょっとバスになるっぽいで、ちょっとそれがねよくわからないから一回駅まで行って、そこで駅員さんに聞いてみて、バスなのか電車なのかちょっと確認したいと思います。で今日は長旅なのでリュックを背負っていきたいと思います。そして今日朝から寒くて、なんかもうちょっと冬みたいな寒さなので、こちら持ってきたライトダウン着ていきたいと思います。このライトダウン着て向かいたいと思うんですけれども、ちょっとねフィスカルスに行くまでの道順が怪しいというか、乗り継ぎがあって、その乗り継ぎも難しそうだし、そもそもなんか電車じゃなくてバスなのかっていうところが不安なんですけど、まあこれもまた挑戦ということでちょっと冒険してこようかなと思います。でアンティークマーケットで自分のね気に入るものがあったら、買って帰ってきたいなと思います。ではそれでは行ってきます。駅に来てみたんですけど、やっぱりカーリスまではバス移動っぽいですね。電光掲示板に乗る予定の時刻の電車がないんですよね。なのでこのソコスというデパートのところにあるバス停で待ちたいと思います。よかった、合ってた。やっぱりバスでした。6時にはねもうソコスのところのバス停に大きなバスがついてました。これでカーリスに向かいたいと思います。カーリスに着きました。この後バスに乗るんだけど、私が調べた情報だとこのエレベーター乗ってこの上の歩道橋を渡るらしい。不安、誰もいない。これで合ってるのでしょうか。同じ方向に向かう人が何人かいるのかなと思ったら私しかいないんですよね。10分後にバスが来る予定なので、ち
ちょっと早めにバスステーションまで行かないとって感じです。歩道橋を渡って下に降りてきたらバスの時刻表が出てきました。7時40分のフィスカルス、この奥のバス停ですね。これに乗っていきます。ここまで不安だった。カーリスからフィスカルス行きのバスに乗って、20分ぐらいかな。アンティークマーケット、やった。あっちらしいね。すごい素敵な場所なんだけど、ここフィスカルスビレッジ、到着した。アンティークマーケットが10時からで、バスがその2時間前ぐらいに到着して時間を持て余してるので、今ねこれ読んでるんだけど、今回アンティークマーケットでアラビアのねムーミンマグ、その中の私のお目当てのものがあったら絶対に買おうと決めてます。これはねアラビアのムーミンコレクション、歴代のものがね全部載ってて、それのプライスリストとかも、載ってるプロダクトガイド&プライスリストなんですけど、私がねあったら絶対に買おうと思ってるのはこの初代のスニフマグ、この茶色のねマグにスニフの絵が描いてあるやつですね。私スニフが好きなので、スニフのこのマグ、あとねこのファッツェルとのコラボの2004年のもの、これもあったら買いたいなと思います。あとは置物が欲しいよね。ヘルシンキ市内のヴィンテージショップ回ってもマグとかプレートは見つかるけど、この置物はねあんまり見かけないんですよね。なのでこの陶器の置物もあったら買いたいな。欲しいのはこの辺、1991年私の生まれ年らへんの陶器の置物ですね。この辺を探していきたいと思います。10時まであと30分、このアーティストビレッジ内を散歩したいと思います。なんかこの辺はもともとこの川沿いに製鉄所が建てられて、それで製鉄の村として栄えたらしいんですよね。でそこから19世紀の建物、こういう感じの赤レンガ、この建物を残しながらここにアーティストがたくさん住むようになったことでアーティストビレッジと呼ばれるようになったそうです。でも確かに本当にすごく気持ちいい場所だから、ここに住んでたら確かに創作意欲とか湧きそうだななんて思います。それぐらいなんか気持ちのいい場所ですね。入場しました。10ユーロのチケットも買ってパンフレットももらって、いざアンティークマーケットレッツゴー。そこで見つけちゃった、ムーミンの置物。私が欲しかったスニフのマグ見つけた。絶対買おうこれ。45ユーロです。ムービーの初代のマグも見つけた。これ昨年のフィンランド旅で買ったやつだ。マリボールも素敵なのがいっぱいあります。
全部値段がついてるからいいね。検討してから買うって言いやすい。ムーミンパパの貯金箱かわいい。行ったらもうたくさん売ってる。ムーミンマークもいっぱい。はい、お部屋に帰ってきました。楽しかった。フィスカルス、朝早くから家出て移動がね大変だったんですけど、でもそれでも訪れてよかったなと思う場所でした。フィスカルスのその場所自体もとっても気持ちよかったし、なんといっても今日のお目当てのアンティークマーケットで大充実のお買い物ができたので、今日買ってきたものをご紹介していきたいと思います。まずはこちら、スニフのマグカップです。これはね初代のスニフマグです。2002年から2008年に販売されていたものですね。今アラビアのお店に行ってこのスニフのマグを買うときは多分ねこの青いスニフマグしかね売ってないと思うんですよ。はい、でこれ私持ってて、で私スニフがムーミンキャラの中で一番好きだから、その初代のバージョンのこの茶色いマグカップをねずっと探していたんですよ。でこれまでね3回フィンランドを訪れて、いろんなヴィンテージショップ回ってきたんですけど、このマグ出会えたことなくって、今回のアンティークマーケットで出会えました。はい、表面お金持ってるスニフで、裏面猫にミルクあげようとしてますね。かわいい。こちらはですね45ユーロでゲットしました。でこのプライスリスト、ここにはだいたい50から70ユーロで出回ってるって書いてあって、それよりも安く手に入れることができました。はい、欠けもなく状態も綺麗なスニフマグです。で次もう1個マグ、こちらゲットしました。これはですね1991年から1999年までの期間に販売されていたムーミンママのマグです。ちょこちょこ絵柄が入ってるんだけど全部ムーミンママなんですね、モチーフは。こちら160ユーロでゲットしたんですけど、市場では120から250ユーロぐらいの価格で取引されているみたいです。去年冬にフィンランド来た時に彼がねこれのムーミンパパをゲットしたんですよ。めちゃくちゃ羨ましいなと思ってて、この時期のムーミンマグ見つけたらね絶対買おうと思って、彼はムーミンパパの青の方持ってて、私は赤の方持ってるので、なんか夫婦みたいな感じで使えるかなと思って、それもね購入に至ったポイントの一つです。はい、あとこちらじゃじゃん、ムーミンの陶器の置物をゲットしました。これ嬉しい。1991年のものです。そう、私の誕生年の置物。めちゃくちゃ状態いいです。これがね130から170ユーロぐらいで取引されてるみたいで、大きい方のムーミントロールの置物です。もう一個ちっちゃい方もあるみたい。これは160ユーロでゲットできたので、適正価格っていうんですかね、購入することができました。嬉しい。飾ります。これ
でそして最後こちらイッタラバードも購入しました。これは1999年から2009年頃のイッタラバードですね。緑ベースの胴体に頭が薄紫、そしてこの上の部分のところに黒っぽい感じの模様と、あとちょっとシルバーっぽい感じの光沢がある模様が入っています。こちらのイッタラバードちょっと一目惚れして220ユーロでゲットしました。嬉しい。今回ね実はひっそりと1ヶ月間で気に入ったイッタラバード見つけたら持って帰ろうって思ってたんですよ、自分の中で。ちょっと早めに見つかっちゃったというか、いやもう見た瞬間にねもう吸い付けられちゃって、これにこの店の店主さんもこれほんと美しいよねって話しかけてきて、もうそっからもうもうこれくださいっていう感じですぐお会計してしまいました。なので私のイッタラ探しの旅はなんと渡航4日目で終了です。お家に持って帰って飾ろうと思います。いやでも昨日突然フィスカルスのアンティークマーケット行こうって思い立って、昨日の夜に列車のチケットとか買っていろいろ調べて行ってきたんですけど、そのフィスカルスに行くまでに乗り継ぎがあるのでちょっと行くのめんどくさいなって思ったんですよ。ちょっとねもう行くのやめようかなって今日朝起きた時に思っちゃったぐらい腰が重かったんですけど、行ってみたらね本当に素晴らしい村だった。いやもうちょっと痛かったですね。っていうかフィスカルスに泊まりたい。またフィンランド来た時はフィスカルスのエアビーかもしくはホテル借りて一泊したいっていうぐらい本当に平和で美しくて素晴らしい村でした。ぜひねこのアンティークマーケットがやってなくてもフィスカルスちょっとね遊びに行ってみてほしいなと思います。初めてのフィンランドだとちょっと行くのね乗り継ぎがあるので難しいかなと思うんですけど、2回目3回目のフィンランドに行かれる方ぜひフィスカルス候補に入れてみてください。であとフィスカルスまで行く道のり、これ結構なんか難しかったのでその詳しい行き方みたいなのは今私が書いてるこのフィンランド一人旅のジン、その中にまとめておきたいなと思ってるので、来年の7月にこのアンティークマーケット行ってみたいなっていう方はぜひジンをね楽しみにお待ちください。いやもう最高だ、大満足。これはね割らないようにお家に持って帰りたいと思います。では今日はね朝早く起きたので夜ご飯を食べてもうね8時前には寝ちゃいたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。ヘルシンキに来て初めての週末です。今日は土曜日、今は11時ぐらいなんですけど、昨日がねちょっとデイトリップして疲れちゃったからちょっとゆっくり寝てゆっくり起きました。で今日は午後3時から雨が降ってくるらしいので、それまでにちょっと活動的に行動したいなと思って、ヘルシンキの夏の週末といえばヒエハラハティマーケットの飲みの市ですよね。私行ったことないんですよね今まで。夏にフィンランド行った時土日は被らなくって行ったことなくって、ちょっと昨日もアンティークマーケット行ったんだけど、今日も飲みの市でお宝探しをしていきたいと思います。で今日は結構寒い、昨日より寒くって最低10度最高16度なんですね。で今が最高気温で、窓の外から道行く人を眺めてるとみんな結構分厚めの上着着てて、なので今日もちょっと防寒して外出たいと思います。今日はベースレンジのサマーニットにヤヌークの黒デニム、そこにマリメッコの後ろに、ウニッコ柄がプリントされているデニムジャケットを着ていきます。そこに私のブランドのヒンクヌンクのスウェードバッグ、こちらを持っていきます。はい、こういう感じで。であと今日飲みの市行くから、もしかしたらなんかね戦利品また見つけちゃうかもしれないので、こちら2日前ぐらいにヘルシンキ中央図書館オーディに行ったと思うんですけど、そこで買ったトートバッグ持っていきます。このなんかマークみたいなやつよく見るとオーディってなってるんですね。おしゃれ。ちょっといいものあったらここに入れて持って帰ろうと思います。では土曜日のヘルシンキ楽しんでいきたいと思います。行ってきます。
1 to 3 you take. 1 to 3. あ、可愛いこの横っぽいか。Toi on mun tytär oma あ、これも可愛いね。 meidän kaapista. Se on tyttö これいいのかな。 vanhin sisko asuu このボーダー。 Kaalla. Keskimmäinen 4-kahoinen asuu. あ、これも可愛い。68ユーロ。横っぽいかのシャツがいっぱい売ってますね。 Vanhassa Kono bakka mu kawaii on nuijapäistä kasvanut 45 euroa. sammakoksi asti. これかわいい。これ欲しいセットで。めっちゃかわいい。ムーミンのキーホルダー見つけて買おうと思ったら現金持ってきてなくて、今までフィンランドで現金使わなくても全然いけたんだけど、昨日のアンティークマーケットとかでもそのキーホルダー買おうとしたところはキャッシュオンリーって言われて現金取りに帰ります。ヒエタラハティの飲みの位置は現金ちゃんと持参していってください。ちょっと油断してた。カードいけるかなと思っちゃった。For like now, obviously there's very experienced, like years of experience. Ai tuolle päästä.ちょっと遅めのブランチ。こっちに来て初めてサーモンスープを食べます。パンもついてる。これはバター。あとはフレッシュオレンジジュース。寒いので温まりたいと思います。寒すぎてサムソーというね好きなブランドでちょっとセールのバッグからあったかい服を探したいと思います。でこれね可愛いんだよね。この真ん中が紐で結んであるトップス、このニット可愛い。これもあったかそうでいいね。これもいい。全部 50% オフです。かわいいムーミンアラビアのポップアップ。このクッキー型のセットめっちゃかわいい。私これ持ってるんですけどセットになって売ってるんだね。8ユーロです。あーかわいい。このタッチのトートバッグいいな。めっちゃかわいいんだけど、このスケッチっぽい感じのタッチ19ユーロです。この缶かわいい。大きいのもある。
私このノルディックバディーズのこのラインのスウェット欲しいんだよな。どこに売ってるんだろう。靴下かわいい。12ユーロです。I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I was sleeping with the light on dim. Feels heavier without you. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. 今日はね、ぼんやり霧がかったヘルシンキです。寒いけど昨日より風が強くないから体感はそんなに寒すぎるってほどではないですね。でもやっぱ夏にヘルシンキ旅行するときやっぱライトダウンとかあった方がいいんでしょうね。毎日コロコロ体感温度が変わります。カフェからトラムと電車を乗り継いでルオホラハティ駅というところに来ました。その駅から歩いてすぐのところにあるKシティマーケット、こちらで買い物していきたいと思います。入ってみよう。すごいスキンケア用品から服、サプリ、そして奥には食料品という感じです。かわいい。なんかムーミンのバックパック売ってる。よく見たらミーのステッチが入ってる斜め掛けバッグとか、あと大きめの肩掛けバッグとかあります。かわいい。このムーミンシリーズのソープ、ハンド&ボディウォッシュ、これハンドサニタイザー 2.9 ユーロ。お土産とかにいいね。かわいい。かわいい。マリメッコのシール売ってるんだけど 1.9 ユーロ。1枚買おうかな。いいね。これちょっとジャーナルに貼ろう。ウニコ柄のボックス 8.9 ユーロ。組み立て式なんだ。2つ入ってるみたいです。黒とベージュ。かわいい。マリメッコのノート、ウニコのリングノートですね。分厚いのが9ユーロ、下の薄いタイプのは 3.9 ユーロです。
ちょっと大きめのサイズのものは 4.9。 ムーミンのシーツも売ってます。しかもなんか安くなってるね。元値45から35ユーロに触ってます。種類も結構いっぱいある。マリメッコのホームコレクションも売ってます。このマグカップ9ユーロまで下がってます。これとかいいじゃん。黒のやつ10ユーロですよ。最終セールみたいな感じなのかな。いちごの柄のやつがずらっと揃ってます。すごい。サウナグッズ売ってる。これあれですよね、ビフィタってやつ6ユーロ。バスローブとか、あとサウナ一式セットとか桶とか売ってます。日用品コーナーが終わって、こっちから食品コーナーに入っていくみたいです。なんかこの平たい桃が美味しいらしいんですよね。めっちゃフォロワーさんにこれ食べてくださいって言われるので1個買ってみようかなと思います。 3.9 ユーロ買って食べてみます。フィスカルスで食べたマッカロがめっちゃ美味しかったからお家で食べたいと思ってなんか買ってみます。どれがいいんだろう。種類ありすぎ。見た目で買うか。美味しそう。安くない？ 1.6 ユーロなんですけど、これなんかすごいなくなってるんですけど、美味しそう。これにしてみようかな。オリジナルマッカラを食べるためのマスタードも買います。なんかこれがね一番有名らしい、トゥルクのマスタードで、このミエトって書いてあるやつがマイルドらしくて、マイルドなやつが欲しいから、マイルドって書いてあります。これにしてみよう。 1.55 ユーロ。イッタラとか売ってます。しかもこれ最近のラインじゃないですか。これもちょっとセールになってる雰囲気。ウルティマツーレのグラス、赤い色がついてるけど20ユーロまで下がってる。こっちは29から19。キャンドルホルダーもなんかちょっと色がついてて王道じゃないものは安くなってますね。赤いやつが15ユーロ、こっちの黒も15ユーロに下がってます。このシンプルな白いプレートとか10ユーロ全部セールになってます。ボールもセール、小皿もセール、マグも。マリメッコのペーパーナプキンあんまりないわって思ったけど、こっちの方にたくさんありました。ここも全部マリメッコ。ヘルシンキ中央駅の K マーケットにはなかったような柄もたくさんある。ポストカードもいっぱい売ってます。この辺かわいい。2ユーロぐらいです。
夏だからかこの道沿いにちょっとした屋台があって、今日は天気がいいので外でアイスでも食べたいと思います。ルンルンでアイスを食べようとしたら財布を持ってないことに気づきました。なんか今回の旅でなんか財布忘れるとか現金忘れるとかなんかそういうボンミス多い。いつもそんなことないのに歩いて部屋に戻ってきました。ちょっと財布をピックアップします。また財布持って再び外に出ます。なんかこういうボンミスすると一人旅の時めっちゃ落ち込む。自分の不甲斐なさを痛感するというか、自分の爪の甘さに愕然とするというか、まあでもとりあえず歩いて帰ってこれる距離でよかった。もうね、同じ場所に行くのはちょっとめんどくさいので、近くのカフェでまったりしたいと思います。泊まってるアパートの近くにあるアイスクリームスタンドにやってきました。美味しそう。これは今一番おすすめの商品って書いてあったんだけど、桃とドライラズベリーパウダー、そしてソルティキャラメルがかかったアイスです。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、ヨーグルトアイスだ、この白いやつ。それにシャリシャリの桃とラズベリーの酸味がめっちゃ美味しい。そこにソルティキャラメル、抜群の組み合わせ。ここ通っちゃいそう。美味しい。アルテックの店舗に来ました。これを買いに
来ました。アルテックとムーミンコラボのスツール、これをね今回の旅でゲットしようと思って彼とね話したので1脚買って帰りたいと思います。460ユーロです。座面とかあとは足の側面とかにムーミンのイラストが入ってます。めっちゃ可愛いポットスタンド、17ユーロで黒もあります。この大きい方は鍋敷きに使えますね。で2つ買ってこういう風に置いたらめっちゃ可愛いよね。これ帰りに1つ買って帰りたいな。こんばんは。エアビーに戻ってきました。今は夜の9時です。今日でフィンランドに来て1週間経ちました。長かったようで、でもあっという間の1週間でしたね。初めての一人旅、行く前はね結構それなりに不安があったりとか、一人で大丈夫かなって思ってた部分が多かったんですけど、実際に来てみたらやっぱりフィンランド大好きだし楽しくなっちゃって、この1週間はちょっと観光みたいな感じで飲みの市行ったりとか、あとはお買い物したりとか、毎日何かしら外に出てたかなと思います。で今日もね外に出てアイスを食べて、その後アルテックに行ってきました。であと帰りにそのアルテックの店舗の近くにあるムーミンショップに寄ってみたところ、とっても可愛いものを見つけてしまったので購入してしまいました。ムーミンショップでムーミンのねぬいぐるみをゲットしました。この箱に入ってるのはじゃーん、ドイツのぬいぐるみブランドシュタイフとコラボのムーミンのぬいぐるみです。めちゃくちゃ可愛い。耳のところにシュタイフ特有のタグがついてる、ムーミンのぬいぐるみなんですけれども、こちらがショーケースに入ってて、ちょっとあまりにもね可愛かったので買っちゃいました。これがですね2017年に発売されたものらしくって、当時1500体のみ作られて販売されたムーミンとシュタイフのコラボぬいぐるみです。このシュタイフのモヘア生地で覆われたムーミンのぬいぐるみかわいい。こういう感じで、フィンランドにやってきてからマリメッコとか、あとはアラビアとか行ったらとか、そういうところで新作の商品みたいなものは買ってなくって、こういうねなんかヴィンテージのものだったりとか、あとは日本で手に入らないものっていうのを中心にいろいろとねお買い物しています。で明日からフィンランド2週目。この1週間はね結構雨も降ったりとかして寒かったんですけど、明日からはね晴れてきて気温も高くなってくるみたいなので、明日からの1週間は太陽の光をいっぱい浴びてゆっくりする時間っていうのを作っていければいいなと思います。フィンランドの人が夏を楽しむ様、それに近いものを体験していきたいなと思っています。で今回孤独を楽しむフィンランドというのを自分の中のテーマにして1ヶ月旅してるんですけれども、なんだろう、街中にね日本の観光客の方もたくさんいるし、日本語もねあちこちから聞こえてくるので、なんか意外とねその孤独っていうのは感じていなくって、でもやっぱり一人旅だからか、ちょっとした自分のミスにすごく落ち込んだりとか、反対になんか本当にちょっと小さなこと、ちょっと遠くの街に出る時に乗り換えをちゃんとできた自分とか、そういう小さな成功体験に本当に心の底から喜べたりとか、あとは街の音をよく聞いたりとか、目に映るものをしっかり記憶に残そうっていう、そういうことがねちゃんとできている気がして、誰かと旅をしている時よりもよりこの場所にいるっていうことをかみしめている、そんな気がしています。だから一人旅でも今のところ楽しくやっています。ここからまだあと3週間ぐらいあるのかな。最後まで安全に楽しく過ごしていければいいなと思います。それでは明日からの1週間の私のフィンランド一人旅 Vlog も楽しみに来週お待ちください。ミクでした。